はいどうも、みっちーです。今日はセロリと人参のピクルスの作り方をご紹介します。作業工程はとても簡単ですので、ぜひ最後までご視聴お願いします。それでは早速作っていきましょう。食材のカット。今回切り方はスティック状と角切りの2パターンでやります。洗ったセロリを用意します。まずはセロリの葉と茎に分けます。過去動画でセロリの取り扱い方法からおすすめ調理方法までを解説している動画がありますので、まだ見てない方はぜひそちらもご視聴お願いします。切り分けました。次にセロリの筋を取り除きます。筋を取り除いたら漬け込む瓶に合わせてスティック状に切り分けていきます。こんな感じで OK です。次はセロリを角切りにしていきます。こんな感じで OK です。セロリの葉もピクルスにするので切っておきます。葉の方はざく切りにします。こんな感じで OK です。次は人参をカットします。洗った人参を用意します。皮を剥きます。皮も食べれるので捨てないでください。人参を瓶に合わせてスティック状に切ります。こんな感じで OK です。次に人参を角切りにします。これでカット作業は終了です。ピクルス液の作り方。酢 600cc、 砂糖 180g、塩大さじ2を入れ混ぜます。よく混ぜたらピクルス液の完成です。殺菌した瓶を用意します。セロリと人参を入れていきます。スティックバージョン。角切りバージョン。セロリの葉と人参の皮バージョン。
唐辛子を用意します。防腐剤代わりと味に深みを足すため、唐辛子を1本ずつ入れます。ピクルス液を注ぎます。ピクルス液が足りない場合は酢を直接足して大丈夫です。これでセロリと人参のピクルスの完成です。1日漬け込めば食べれます。賞味期限は5日程度。それ以降はセロリの色合いなど落ちてきますが、プラス3日程度は食べれます。ちょっと忙しくて動画撮影してから5日程度経ってしまいましたが、味見してみます。加熱してない分歯ごたえが最高です。しっかりとした味に仕上がってますね。簡単ですのでぜひ作ってみてください。今日のレシピはいかがでしたでしょうか。いいと思ったら高評価、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。